その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。いきなりどうしたんすか？そう、このゲームは奴隷契約をしてしまった人間たちが、巨人に立ち向かう話である。エレンが進撃してイェーガーしそうな言い方はやめましょう。そもそも巨人じゃなくてタヌキだし。てか奴隷契約ってなんやねん。開始20秒で3回も突っ込みさせないでくださいな。というわけで始まりました集まれ動物の森。今回我々はこのタヌキどもによって無人島に収監され、強制労働を課されます。まあ、借金返済はシリーズを通した定番、というかそういうゲームなんですけど。今までのシリーズは村でしたが、今回は無人島で暮らすんですよね。我々の奴隷生活は一層厳しいものになるに違いないぜ。いつまで奴隷の設定続けるんすか？名前を教えろというので。普段ポケモンで使ってる名前を使いましょう。ふむ。デスノートの L から取ってます。誕生日も必要です。じゃあこのチャンネルの誕生日にしておこうか。年は2歳ですね。お、これは顔を選べるやつかな。青い目に金髪で FF7 の主人公クラウドをイメージしました。ただの中二病やんけ。福田祭司。時間の都合上こいつらのセリフはところどころカットしていきます。まあサクサク行きましょう。私はハーバード大学に通ってるから海外に住んでるんだけど、まあ日本にしておこうか。息を吐くように嘘をつくまんじゅう。英語もペラペラなんだけどな。はい嘘。はい、How are you? 片言やんけ。今作は北半球か南半球か選べて、全世界の人が自分の住んでいる地域と同じ感覚で遊べるみたいっすね。今までだと12月頃に雪が降ってたけど、南半球のオーストラリアとかは8月あたりが冬だったりするもんな。何笑てんねん。島の形も候補から選べるみたいっすね。ガチ勢はここから厳選します。違いがわからねえ。間違いねえ。適当やでこんなもん。川が左右対称感のあるこれでいこう。僕たち乗って、こいつらもついてくるんかい。はい、タヌキどもの監督のもと我々は強制労働しますからね。無人島に持っていくなら、いい質問だな。いやよくあるくだらない質問だと思いますけど。私が持っていくとしたらそれは明かりさ。そう、未来を照らす明かりをね。何言ってんだこいつ。は？ただの心理テストとかしとるんちゃうぞ。いい質問だなとか言ってたのあんたですけど。お、やっと無人島に飛び立てそうっすね。ちなみに私の動物の森歴は、ゲームキューブの E プラス、DS のおいでよ、Wii の街へ行こうよ。この3本で、3DS の飛び出せは未プレイなので、ブランクもあって一層楽しみっすわ。奴隷だの強制労働だの言ってたくせに。そういやどう森には特産品があって、できたらチャンネルのアイコンと同じリンゴがいいんだけど。さくらんぼじゃねえか。あちゃてかバトロワが始まりそうな入り方だな。とんかつ目指しましょう。ソルジャークラスファースト、クラウド参上。やっぱ福田せえな。3作品やったことあるけどこの下の2人見たことないぞ。この2人は一緒に無人島に引っ越してきた住人ですね。同じ情報弱者の強制労働者か。まずはタヌキチの元に向かうみたいっす。てか今回無人島移住計画とかやってるタヌキチだけど、そのうち月に行こうとか言い出しそうだぜ。次の次くらいのどうもりでありそう。前澤社長なのか？月へ行くとかタヌキチは前澤社長なのか？タヌキチはツイッターで100万円配るほど太っ腹じゃありません。私たちの目的。それはこのタヌキチを暗殺して自由の翼を手にすること。違います。やっぱ左のフリルも右のてっちゃんも私は初見だぜ。シリーズを通して出てくる住人は追加されるようですが、3DS 版にはいたんでしょうか。これが強制労働の総監督タヌキチ。今までも人類に多大なる借金と強制労働を強いてきた諸悪の根源。無理し無担保でお金貸してくれるホワイトタヌキなんだよな。社長の長ったらしい話はカットです。カットしても困らない程度にカットしております。とりあえず今作は A じゃなくてテントを張るところから始まるらしい。そういう基本的なところから大きく変わってるのが今作ですね。
この手渡しした時のものの感じがどうも理感あって好きです。伝わるかは甚だ怪しいです。テントの場所は自由に選べるのか。チュートリアル長くて動画として大丈夫なのか心配です。秘伝技の居合切りでカットしまくるから問題なかろう。ポケモンじゃねえんすよ。秘伝技廃止されてるし。とりあえずテントを張ってこいってことで自由に動けるみたいっすな。それにしてもヌルヌルしているというか、グラフィック綺麗っすね。虫とか魚とかいるけどまだ道具がないから残念。今作では色々と工作ができるらしく、その材料っぽい枝も落ちてますね。虫網や釣り竿も作れるんでしょうか。おお、すげえ。水も綺麗に描かれてますね。とりあえずテント設置できそうな場所を見つけたからここにしようか。じゃあ一旦たぬきちのところへ戻りましょうか。あ、でもとりあえずテントの中も気になるし、見ておこうかな。は？おい、終わったぞクソたぬき。めんどくさい顧客になってますよ。さっきの住人フリルとてっちゃんの様子を見てこいってことっすね。非常に面倒くさいが我々奴隷に拒否権など存在しない。なんだこの野原ひろしみてえな顔。声はしんちゃんみたいな声してますね。私は早くテント立てろこのヒゲ野郎って思ってます。性格に難あり、あんた近所付き合い絶対悪いでしょ。近所付き合いどころか友達もいねえぜ、わっはっは。何笑てんねん。何一人で盛り上がっとんねん。てかこのジョリ、って口癖やばいだろ。どうやらヒゲ面推しのようですね。もうちょい可愛い住人が良かったぜ。ポケモンは厳選するけど住人は厳選しないんすね。所詮強制労働から解放されるまでの付き合いよ。それにしても声がしんちゃんで顔が野原ひろしっすね。どういう会議を経てこのキャラクターは投入されたんだろうか。そんでこいつがもう一人の住人フリルだな。怖くね？薬やってそう。完全に偏見です。部屋に人形いっぱい置いてそう。完全に偏見です。影で悪口言ってそう。完全に偏見です。てかあんたそれこそ影で悪口ですよ。なぜか私たちがアドバイスしないと決められない優柔不断な住人ども。プレイヤーが好きな場所を指定できるってことでしょうけど。褒められてますね。心の広さは仏といい勝負です。仏はそんな嘘つきませんよ。お前もしかして口癖お疲れなのか？口癖お疲れはやばいっすね。多分薬やってますよこいつ。お疲れだけでそこまで言っちゃう？いや、薬やってそうって意見は一致してるんだからいいでしょ。てかジョリッとお疲れとかやばい奴らに囲まれちまったぜ。みんなでキャンプファイヤーですか？たぬきち、私からアドバイスしておこう。親睦を深めるために飲み会ってのは今の時代嫌われるぞ。我々は社員ではなく奴隷なので、従うしかないのです。チュートリアルの一環でアイテム集めっすね。とりあえずキャンプに必要な木の枝と、ジュース作るからさくらんぼ取ってこいと言われました。奴隷に拒否権はありません。特産品にはさくらんぼ以外にもリンゴや梨、桃やオレンジがあるけど、さくらんぼって一番しょぼくね。確かに1個あたりの体積は一番小さいですからね。たぬきちめ、測ったな。島厳選しない限り完全な運ゲーです。とりあえず5個ずつ集めたのでたぬきちまで持っていくぜ。今がチャンスだ。焚き火に押し込んで丸焼きにしてやれ。絶対的な権力者を前にして我々はただ手を叩くことしかできないのである。こびへつらうことでしか生きる手立てはありません。いろんな土地で商売や不動産業をやってきたと。そしてこの無人島計画がたぬきちの集大成だと。数年後には月へ行くことも頭にあるくせにな。案ずるな、お前の命は今作で終わりだ。
集まった人が少なくてビジネスとして微妙と言ってます。案ずるな、お前の財産は私が全ていただく。明日にはそのキャンプファイヤーの火で狸の丸焼きができてる頃だろうな。そしてお前の長い演説もやいぎりカットだぜ。そういやまだ島の名前決めてませんでしたね。私はもうこの島の名前、決めてるのさ。お、マジっすか。ヒントはこのチャンネルのアイコンだぜ。リンゴ亀島。いや、水五郎島ですかね。お、水五郎島ですか。まあそんなところだろうと思いましたよ。残念、沼リンゴ島です。なんでやねん。なんか強制労働させられそうな島感ある名前だろ。いや、沼どっから来たんすか。いや進化しとるやんけ。この上の狸ども自己主張激しいな。確かに。賛成なら拍手制度っすか。異色のネーミングセンスって言われてますよ。当然だな。ちょろいぜ。この中にまともなセンス持ってるやついなさそうですもんね。決定しちゃったよ。こうして沼リンゴ島爆誕。へえ、ちょっと気になってたけど島の読み方とか選べるんか。沼リンゴ島か、沼リンゴ島で悩むけど、沼リンゴ島にしよう。他の人と通信する場合とか島の名前が表示されますね。ま、友達いないあんたには関係ない話か。確か前作かなんかが村長だったから、今作では島民代表って肩書きがあるのね。まあ奴隷代表なんですけど。代表挨拶求められてますよ。狸地を、ぶっ壊す。ないのかよ、当たり前でしょ。さっきのさくらんぼジュースっすね。薬を仕込んで狸の丸焼きを作るチャンスじゃないか。残念ながら薬が足りませんね。このジュース、キンキンに冷えてやがる。強制労働家の至極の一杯。というわけでチュートリアルっぽいチュートリアルはここまでかな。どうせこの後狸地に借金請求されてその返済とか、色々あるんだろうけど、次回からはのんびり島を探索したり施設を充実させたりしていきたいかな。お、次回あるんすか。もちろんよ。今回狸どもの話聞かされてただけだしな。第1回で失踪したマリオメーカーの二の舞になるんじゃ。失踪はしてないからな。マリオメーカーはまだパート2を上げてないだけだからな。はぁ、狸の右腕を懐柔しつつ、次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。